右京さんじゃないでございましょうか。右京です。シビック売っちゃったんですか？家族用です。今回はどうぞよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい、お帰りはあちらになります。女性2馬で走らせるってバカじゃねえのとかね、お前最低だよと思った方、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。本当すいません。EHEV という感じのスパーダプレミアムライン EHB 黙れコアパシオということでいいお車だなという感じはしますけど、これ22年式のモデルチェンジしてる車なんですけど、この顔つきとかどう思います？実は、顔つきは先代の方が好きです。いかつめだったじゃないですか、前の方が。で今はなんかこう全体的なスタイルが原点回帰してて、原点回帰というと初代ステップワゴンを模したような感じになると。そうみたいです。この車が出た時には買うつもりはなかったので、ただ見てただけなんですけど、あれと思って、ステップワゴン新しいの出るって言ってたけど、なんかすっごい昔のと一緒じゃんって思ったのが第一印象でした。なるほどね。でそう思っちゃってたのに、まさか自分の家で買うと思わずこの辺は最近の目ん玉っていうかね、最近の流行りですよね。流行りっぽいですよね。だんだんになってるところとか。さあライトオンでございます。これヘッドライトの付け方もわかんないみたいです。なんだ、サイドがヘッドライトの役割だ。真ん中じゃないんだ。じゃあ真ん中は真ん中なんすか？真ん中何？ウインカーでしょ。ちゃんとあります。ついた。ハイビームか。ハイビーム。うわでさらに下の方を見ていただきますと、ここにですねちっこくフォグランプがついてるような感じ。これも真っ白で LED 仕様かなってイメージですね。白なんだ。うわ眩しい。フォグランプがちっこくて、これ夜大丈夫なのかな？あるのかないのかわかんない。傍目から見るとここの周りがねデイライトでくくられてるような感じでね、これはなかなか面白い感じだなっていうイメージはいたしますね。これもデイライトなんだ。これ自体がここがセットでオプションでつけてます。へー。360度です。ハイブリッド仕様はこのホンダのエンブレムが周りが青くなるやつがそうなんですね。これ見るとやっぱり初代を思い出すなっていう感じは。もう全然そう本当初代にて、初代はここがもうちょっと多分太くて横についてたかなって、縦じゃなくて。そうですね。リアゲートスポイラーっていうんですか、上のやつ。これがかなり目立っちゃっててなんかいびつな感じがするんですよね。フルエアロを組みたかったんですけど、あるんですよ、無限であるんですけど、それをちょっと夫に反対されてしまったのでつけられなくて、ここだけごっついのつけちゃいました。なるほどね。純正オプションで。ってことは標準装備は、このスポイラーはついてないっていう感じなんですか？もしかしたらすいません、プレミアムラインだけこれあるのかも。でなんかすごいですよね、ここ目立ちませんかなり、このセンシング的な丸。そうセンサー、私はちょっと別に欲しくはなかったんですけど、アラウンドビューモニターと、何でしたっけ、バックモニターとか、なんか多分全部セットになっちゃってるのかな。アラウンドビューモニターってさ、日産じゃないの？押すだけでなんと押すだけ簡単。これはいいっちゃいいですけど、結構いい角度まで上がっていくんだね。これがね結構煩わしい時もあるかもしれないね。急いでる時は早く閉まれよとか。そうちょっと開けて入れられたかもね。新車臭がこのね新車臭がね本当にいいんですよ。噛んでるもう一回言ってみてください。この新車臭がねすごくいいんですよ。ガソリンの給油口なんですが、ちょっと開いてもらっていいですか？押す。これは FK7 と一緒。ちょっと待って、FK と違う。FL1 と一緒だ。レゴですか？レゴ。リアマットガード。すごいなんかブロックみたいな。なんかガチャみたいな。いやなんかこれつけるならエアロック見たかったな。右京さんの車じゃないからね、家族の車だからね。家族とメインはご主人です。そうですね、私の趣味車じゃないのでしょうがないですね。でタイヤの方なんですが、こちらのサイズが17インチの205かな。
17インチなんだ。ステップワゴンだけにサイドステップはなんかついてなさそうな気がするけどここにもレゴのブロックがありますね、はい、でもホイールはデザイン良くないですか？まあいいんじゃないですか。はい、すごくね大きくそうですね。見えて結構見やすいかなっていう感じもしますし、この辺にね検知のマークもあります。これ光るんですよね多分ね。でさらにこの下に補助ミラーもあって、さらに下ホイールのところも見れるのかなっていうイメージで、なかなかいいんじゃないですか。実際座ったら何が見えるのかちょっとまだあんまりやってませんが、触ってみてのお楽しみみたいな感じですかね。ですバイザーは元からついてたんですか？いえ違います。純正でつけました。純正オプションでつけたってことですか？なるほどなるほど。なんとなくあった方が、うん、なんとなく雨の日に鍵穴がですねむき出しの状態になっているの、まあこれもなんか昔ながらの20年ぐらい前の車を乗り慣れている人だと、ああ懐かしいじゃんいいじゃんっていう感じでとっかかり、ある。はい、おおこの辺の視覚効果っていう感じだとは思うんですが、この窓ガラスっていうのかな、リアガラスの大きさが、例えば面積が広ければ広いほどちょっと見た目がね大きく見えるのかなっていう感じなんですが、丸を帯びてないですね。もう本当四角っていう。四角ですよね本当。外装パッと見右京さん的にはどう思います？あんまりごっついゴテゴテしたのが好きじゃないので、で FK7 乗ってんじゃんって言われるかもしれないんですけど、あれは違うんですよ。セダンだからセダンじゃないスポーツセダンとかそっちは許せるんですよ。ただミニバンで前がごっついのが好きではありませんこっちの方がシンプルでいいですね。家族で乗る、遠出もできる、荷物もいっぱい乗せるみたいな、そっちがコンセプトなんで好みに合ってよかったです。はい、お帰りはこちらになります。さあどうなる？人が目の前にいる。ぶつかる。でもさ、さあ開いたぞ。危ない危ない。どうなる？うわちょっと待って、すごい。ダメだ、ストップさせることができなかった。じゃあ結構力強くいって、痛かった。結構ね、なんか威力がある。ちょっと待って。筋つった。相当力加えるんだ。筋つった。こうなった時にピキッ。前もって検知してくれて止まるんではなくて、ガンってぶつかった衝撃で検知して一応止まるみたいな感じ。そうなんですね。いや衝撃ですね。これ面白くないですか？これなんかエジプトのミイラみたいですよ。ツタンカーメンがいるここに。棺。閉めちゃおうか。やめて。これでどこまでいけるか。内側だとどうなんだろうね。押されたら痛いじゃん。痛い。怖いぞこれは。すごい力。本当に。乗るときは触ったら閉まるじゃん。子供とかさ、年取った人がさ、つい触っちゃったらさ、どうなのかなと思った。降りる時もしかり。こうやって触った時に閉まってきちゃうわけじゃん。確かにちょっと。あれ？中からは反応しない。乗る時かじゃあ当たるわ。当たんないとダメなんだ。閉まる。もう何か入ってれば大丈夫だね。このラインより。これはついてないの？これピーってやる。ある。あるはずなんですけど、どこだろう。あるはずだけど開かない。そのスイッチを入れてない。スイッチあるの？わかんない。センサーらしきものがあるようでない。穴しかないよな。マフラーあるけど。マフラー上がります。マフラーがこんなに出てんだ。ちょっとまだ全然言ってなかったんですけど、この車ですね、納車してまだね2時間ぐらいしか経ってないっていうお車なんですよ。本当に納車したてほやほやのステップワゴンでございますので。今これ何の状態ですか？ロックしてないから。ロックしてないから。なんか後ろのライトが光ってる。ロックしたら消えました。
ちょっとロック解除してもらっていいですか。あ、つきました。消消えない。ドアを開けると後ろも光るんだ。ロックしてませんよって後ろから見てわかるってこかもしれないね。でちょっとロックしてもらっていいですか、お京さん。消えます。消えた。と。そうだ。これ面白いね。これ面白いわ。ロック解除したまんま、はいドア開け閉めしたり、なんかこう荷物とかをこうやって、で鍵閉めたと思って行こうと思ったら、あれ光ってる、ああ閉めてないんだみたいな。っていうのがわかる。ああ、なるほど。後ろのですねスライドドアの開け方が2通りありまして、まず1通り目がボタンじゃなくてタッチセンサー式なのかな。だからそれをポチッと押しますと開きます。はい、でもう一つがですね、そこのドアノブを引っ張ります。そうすると、あらびっくり開いちゃったみたいな。で途中でこれこうやってやると、あ、止まるんだね。あ、止まるんだ。多分こうやってのと止まる。でこっちを押すと開く、止まる。へえ、こういう仕組みなかなか面白いですね。閉めてる途中でお子さんが私だったとしたら、あ、ちょっと待ってください、あーっつってガッて押さえてもちゃんとね反応してくれる。これはねすごくいいなとは思いますよ。納車時に燃費計が 17.2 だったんですよ。でもそれから落ちそうだなみたいな。この人ね落ちそうなんで結構ねイキリダッシュするみたいなんですよ。で、燃費 FK すごい悪いみたいで、なんでって悩んでるんですけど、多分ねアクセルのね踏みがね強すぎる、そういうオチですね。ストレートで速い車は初心者、コーナーを極めて中級なんて言います。はい、まあそれはどうですね。はい、お帰りはこちらですね。はい。外装の方を総括いたしますと、非常にシンプルに出来上がってるなって個人的には思います。で、無駄なゴツゴツした部分も全部すっきり取り除かれちゃってるような感じがしまして、で見る角度によってはですね、本当にもうなんか市バスみたいだな、バスみたいだなっていう感じはするんですけども、ただねこういう角度から見ると、おお、なかなかいい形してるじゃないか、いいねなんていうところも発見ができたりとかするので、例えばステップワゴンの今のモデルに興味がある方がいらっしゃいましたら、いろんな角度から見てお気に入りの箇所を探すっていうのも一つの楽しみになるんじゃないかなとは思いますよ。シンプルの中にも良きものがあると、私はそういうふうに感じております。まあ悪い車じゃないとは思いますよ。すごくね、これもこれで家族ぐるみでいろんなところに行く、ドライブする、買い物にする、キャンプに行く、旅するっていういい外見でね、いいと思います。さらに牽引フックみたいなのもねちゃんとついておりますね。これむき出しになってるのはいいですね。でマフラーの方もこのような感じでね、ずーっとパイプの方がね右のこっち側の方からスーッつって奥の方に行っちゃってるっていう感じで、タイヤの方もなんかいいねタイヤですねおお、新車のねいい匂いがすごいする。うわ、広っ、でかっ。あ、ホンダのなんかこれが映るんですね。あ、本当ですか。なんかさっきから気にしてなかった。いいヘブって出てます。はい。ちょっとエンジンかけていいですか。はい。これはあれかな。ブレーキペダルを踏んでピッてボタン押せばいいですかね。そうです。クラクラしないからね。じゃあちょっと。かかりました。ETC カードが導入されていません。黙れコアッパー。やっぱ視界がねすごいわ。なんかハンドルの触り心地もなんかいいなっていう感じはいたします。なんかベタベタ触ってるけど大丈夫かな。大丈夫。メーターの方が機械式じゃなくて電子式みたいな感じになってまして、でいいのがこういうところですね。ちゃんとアナログメーターチックな電子表示になってるっていうのがね個人的には好きです。この辺りとかねやっぱ広々としててなんかすごくいいなとは思うんですけど、ウォークスルーみたいな形の視野で見ますと、運転疲れたな、じゃあ交代しようかっつった時にこれ外れないよね。コンソールボックスみたいなやつででん、なんかネジ止めされてるものがワンタッチでは取れないってことですね。わかんない、もしかしたら取れない仕様なのかもしれないですけど、右京さん的にどう思うかですよね。これが邪魔になるか邪魔にならないかっていう感じ。足が長いから、普通にまたいていける。
まあ後ろに行こうと思えば行けちゃうかもしれないっていう感じですね。そうですね。なるほどね。これでかいね。めっちゃでかい。なのですごく見やすいかもしれないっていうのがある。これ12インチぐらいあるのかな。何インチだっけ？これもなんかすごく肌触りが良くて、純正でそのまんまですね。なるほど。何も選んでません。ステップワゴンっていうタグもついてますし、ドアパネルの方も気になったんですが、この辺の生地がね肌触りが良くて上質感があって安っぽい感じはしないですよね。ここがちょっとプラスチックな感じがしますし、あとこの銀色のやつ今流行りなんですかね。こういうのもついてたりとかいたします。でボタン周りもなかなかいいと。でここのねちょっとレザーチックなのがすごくいいなっていう感じ。あとね結構このシュッとしたラインがついてるんですけど、これがなんかいいデザインしてるなっていう個人的には思いますが、この辺りがすごく FL1 に近いものがあるなっていう感じですね。でここもそうだし、あとハンドルもこれ FL1 とすごく類似してる部分があるなっていう印象を受けます。でさらにこの辺のボタン周りですかね、ナビとかの音声がオンオフができますしね。でこっちが何、これ ACC なんだ。そうです。0キロ発進とかで反応してくれるもんなのかな。ああ、どうなんだろう。わからない。わかんないです。はい、じゃあ本当わかんないことだらけ。なるほど。あとねシフトレバーがボタン式になってるじゃないですか。これが非常に分かりづらいっていうのが正直あるんですよ。まずパーキングとかボタンとか押していかなきゃいけない感じ。なんかこれはここだけくぼんでて、はい、押すんじゃなくてこっちなんですよね。これをこっちにやる感じ。ああそうなんですね。で押すとリバースになって、うわーでっか。でこれいいですね。正面でこうやって見れるっていうのが。そうですね。これは私も初めての経験なんで。本当ですか。はい。かなりいいと思います。駐車的には。ドライブ B ってなんだろうね。 B わかんないです。 B なんだろう。使うのかな。ベルトコンベヤーかな。でイーコンスイッチがありの、これもまあ一応パーキングブレーキでしょ。でブレーキホールドがついていて、これは素晴らしい機能だなっていう反面、ちょっと懐かしさを感じるのが、これ一見灰皿かなと思ったら1個でついてる。ドリンクホルダーがついてます。これはちょっとびっくりですね。シガーソケットの USB となんかタイプ C っぽいのがついてたで、HDMI もついてるじゃないですか。ついてますね。外部入力があって、あとね収納面結構良さそうな気がするんですよね。ここにちょっとした小物入れには持ってこいなのかなっていう感じ。でもペットボトル刺すほどの幅はないです。幅これぐらい。こんなところにペットボトル入れる人はいないとは思いますけどミラーは普通ですね。この上になんか物が入れることもできますし、サンボイさんどうでしょうか。デデン。おっとミラーがありそうな勢い。さらにデデンついてた。これは嬉しいね。でもハロゲン。運転席もね実はねこのようについてまして、開けるとライトもついてる。これは嬉しい感じでございますね。本当に嬉しいのかな。嬉しいですよ。本当ですか。日焼け止めつける時とか嬉しいかも。ビッと開けるとサングラスが入りそうな勢いだわねみたいで、ホンダのあれかコネクトがついてるっていう感じです。これ押していいですか。また同じメーター言ってる。運転席の右下に見ていただきますと、ここにパワーボタンがついてますと。でさらに下にね、これ嬉しい機能だなと思うんですが、運転席でスライドドアの開け閉めができるんですね。でちょっと開けていいですかね。ピッてやると、さあおじいちゃんがね出ることができます。おじいちゃん閉めるよ。危ないおじいちゃんって言って危ないと思った時に、これボタン2度押しとかすると止まってくれるんで結構いいなとは思います。じゃあもう一回閉めます。リアハッチを開けるボタンがあって、でも開かないですよね。ボタン押してなんでだろう。設定長押しだ。今長押ししたら開いた。なるほど。このような感じで今開きました。で今ちょっとこの画角で申し訳ないんですが、ボタンをもう一回長押しします。そうすると閉まった。すごいじゃないですか。いいですね。いい機能だよ。すごい。ここでいいですね。でさらに滑り止めオンフがあって、ETC2.0 かなこれ。これオプションなんですか。これもオプションですね。
運転席側は補助ミラー的なものはついてないんだけど、助手席側の方ですね、このミラーで下のホイールとかが確認できて、まあ猫ちゃんとかいたら「危ねえよバカ野郎!」っつってね。これなんですかこれ。ここに袋とかかけられるゴミ袋かけたり、ここにシンクロモードがあって、で、ボタン一つで助手席が運転席が個別に設定ができるという形になってますね。この機能はとってもいいですし、あとこのリアって書いてあるじゃないですか。これを押すと雨の日ね、サイドミラーに雨粒が溜まっていて押すと乾きますと。でシートヒーターもついてるんですかこれ。はい、両方ともシートヒーターついてます。あと後ろの席にもついてます。後ろの席にもついてるんですね、はい、なるほど。でこの真ん中のやつ、リアコントロールとかリアオンオフってあるんですが、これは何でしょうね。多分押すとリアの方のコントロールができる、何のコントロールができるんだろう。これシートヒーターとかだと思いますよ。リアの空調オンオフ。エアコンとかの調整ができる、はい。でシートの硬さの方とかもなんか硬すぎず柔らかすぎずで、乗り心地的にはなんかいいのかな。だ女性目線からすると助手席、これ今乗ってみて長距離ドライブとかした時には、大丈夫そうですね。なんかねボクシーよりもいい感じがする。ボクシーそうなんですね。失礼します。広い。何この幅。ちょっと乗ってみていいですか。やばくない？おお、すごい。1、2、3.5。靴1.5個分ですね。何これ？ロックないの？あれ？何これ？ロックないの？一応ねある。座椅子みたいな要領だ。こう下まで行ってどこでこうやって調整する感じ。本当だ。すごい。面白い。何これ？一定の上までこの辺まで上げるとロックが解除されて上まで勝手に行くんですよ。自分好みで合わせてここだっつったらこれだこの感じみたいな。これぞリクライニングだぜ。手動でこう引き上げると前に行ったり後ろに行ったりして、これがマックス後ろの状態。3、4、4.3 ぐらいですね。自分の163センチの身長でこういう感じで出るんです。うわこれグリーン車だよ。すごいすごい。これあった方がね、これ絶対なんか後部座席なのに疲れない。これしかもちょっと靴脱いでいいですか？どうぞ。すみません。おお、フラットになる。おお、で足伸ばしてみてください。足伸ばすとちょっとあれだけど、そしたらこのシートをロングスライド仕様にして後ろまでやれば。そうですね。で今の仕様ですとちょっとロックがかかっちゃってるから一番最後までは下がらないんですけども、下げた時にはもうゆったり座れるんじゃないですか。これはちょっとなんかラグジュアリーに近いみたいなこと言ってたけど、確かにそうかも。そうですね。ここに嬉しいトレイがついてるような気がする。ドリンクトレイってね。ここ広い開放感があるなこれ。すごい開放感がある。確かに。今のシートのポジションでレールがこうやって動くんですけど、こっちにももしかしたら動かせる可能性が、一応ここに説明書きがありますね。前後スライドできますし左右にも一応動かせますよっつって、でこのレバーをいったこうだ。くっつきました。今寄せた状態です。お子さんでもね多分いけるな。ただ力任せにガッてやるとレバーが壊れる可能性があるからちょっと怖いなっていう。ここの真ん中のスペースがだいたい足1本分っていう形でしょうか。じゃあちょっと後ろ行くわっつって行くとまあいけるんじゃないかなっていう感じ。2ドアクーペってこうやってぐらいにガッてやるとウィーっていくんだけど、これはいかないですね。以前自分が乗ってたステップワゴンは、こうセパレート式じゃないんで。はい、お帰りはあちらになります。じゃあ3列目いっちゃいます。で行くと座れることは一応座れるんですが、気になるところがもうすぐ見つかりました。というのはまず最初にこれが引っかかる。このシートのシートベルトのこれがちょっと、でもシートベルトしちゃうんで、しちゃった時にカチャってなれば自動的にお尻とかも外側にずれるからいいかなとは思うんですが、やはり3列目のあるあるですね。乗り心地が悪い。ちょっと言ってみていいですか。
狭いですね。そうですね。これ大人3人はちょっと無理かな。それでここにデフォルトの状態だと背中にヘッドレストが当たるんですよ。で出してみると一応上がるんですよね、これ。まあちょっと気持ち楽になるんですけど硬いっすね。本当リクライニングもしないし、これ限界だから。リクライニングしないですか？しないですよね。するタイプもあるからね、よく確認した方がいいかもしれない。ここの紐があるんですけど、これを引っ張ると上に上がるんですよ。これでロック解除するのでピューッつって畳むためのじゃなかったんだ。でこれでロック解除真ん中のこれを上に上げますと、上に上げて好みのところに設定するとまあこんな感じになるかな。確かにリクライニングした。まあ一応2つ分、片側2つ分ありまして、タイプ C 的な充電がございます。で右京さん座ってるところね、もう一つねついてるんですよ。これ何ですか？それがシガーソケット。ああ、標準装備ですか？これはオプションです。あ、これオプションでついてるんですね。大きさもオプションですね。はい。大きいね。しかもここ初めて知った。ここライトつくんですね。びっくりした。ライトオン。これはいいなと思ってた。これを閉めます。結構硬いですね。でオープンってボタンを押すと、ブーンっていかないんだね。これお子さんとかがつけようっつって液晶画面を親指でガツッと押さえながらブッていく可能性があるから、液晶つぶれを気をつけなきゃいけないかもしれない。で後ろにも嬉しいエアコンがついてますし、さらにシートヒーターも3段階か。いいね。これはもう新幹線のグリーン車と一緒ですね。エアコンの吹き出し口がついてるっていう感じですね。ということで右京さん、結構室内も注意する点が多々ありますので、そうですね。これきちんと旦那さんとかお子さんに説明した方がいいですよ。そうですね。気になった点があったんですが、外見の話なんですけども、今タイヤとですねこのマフラーの位置が結構近いんですよ。でマフラーってイメージ的にかなり熱を持つんじゃないかなっていう感じなので、この密接感でタイヤの方に熱が伝わらないかっていうのが素人感覚だと不安になっちゃうなっていう感じなんですけど、でもまあいろいろ検査してテストして出してるからね、大丈夫だよね。フルフラットできそうですかね。やってみます？ちょっとやってみましょうか。やってみましょうか。これを、多分これを一番前にして、シートをまず前に持っていく。前にして、ここまでか。シートとシートの間が空いちゃってるじゃないですか。寄せないといけない。これを両サイドにバサッて寄せてあげて、これで隙間が埋まりました。ヘッドレストを取る。さあここからですね、今スタートしてお二人とも頑張ってやっている今日この頃で、こうやって見ているだけではね楽でいいですよね。見てるだけでは楽でいいですよってなんでしょうね。楽でございますよね。さあ一生懸命やっているっていう感じ。ということはフルフラットいけるんだ。これ取っちゃえば。なるほど。一つね気づいた点があったみたいですね。この下のゴムのフロアマットみたいなやつが邪魔していて、このレーンが前まで行かなかったみたいな、そういう感じらしい。ほら前に行った、すごい前に行ったな。これ外さないとダメなのかな。このままでいいのかな。ダメでしょ。外さないとダメか。これに当たってスライドしきれない。そっか、これが気になってしょうがないんですよ。後ろから皆さん見てみましょうね。なんでこれ何で拭けばいいですか。さあこのような感じで今一生懸命頑張ってる今日この頃なんですが、ただね今ヘッドレストを外した瞬間にヘッドレストのこの銀色のアームの部分からねグリースが垂れちゃったみたいで、いやーみたいな感じになっちゃってる今日この頃。デコボコしてるなっていう感じがするから、このまんま、寝ようと思えば寝れるとは思うんですが、付け根あたりがゴツゴツしてるから、この辺を何かで補強してあげることによってうまいことかますのかもしれません。段々畑。どうですか右京さん。フルフラットにする機会はほぼないとは思うんですけど、結構ないと思うけど、やる時もあるんですよ実は。そうなんですね。頑張ってやりましょうって感じですね。これがフルフラット状態でございます。
3列目のシートの後ろの方、助手席側なんですけど、手順書が書いてあります。で、上の方がシートを戻すということで、左の方から矢印をずっとやっていくと収納されていたシートが出てきますよっていう流れです。で、さらに下の方の矢印を見ていただきますと、シートを収納していきますよっていう手順になっておりますので、このような感じで皆さんやってみましょうという感じですね。で、今回はシートを収納するという形なので、右の方から手順書通りにやっていく、かつですね、女性でもできるのかどうか、お願いします。はい、初めて終わりました？終わりました。はい。これででこうかな。その後下に戻してドスンと、おでさらにドスンと、入った。これそうですね、ガシャンガシャンと、あら、できた。できたできた。あ、すごい。意外に簡単なような気がしたんですけど、初めてだったんですけど、はい、できました。力は関係なかったです。あ、関係なかった。全然関係ないです。ほう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 。じゃあ簡単にできそう。できますね。片手でなんかこっちで荷物持っててもできます。あ、本当ですか。はい、大丈夫です。開いたやつを畳みます。ですね。はい、で今度引き上げ作業になるんですが、ちょっと待って、引き上げは片手じゃ無理かな。ちょっと重いちょっと重いかな。ただガシャってなってロックがかかる。あれ、これあと、距離を感じます。あ、距離感じる。引っ張りながら、はい、こう引っ張りながら、あれ、そこがね結構苦戦するかもしれない。あれ、これは何？はいはい、やってますよ、慣れてますよ。あれ違う、こっち、よいしょ。で、これ今シートがガチャッと立ち上がりましたね。あ、多分大丈夫だと思います。どっちが大変でした？設置が大変です。設置が大変。座りたい方が大変です。あ、設置がないですね。なんかどうですか？楽しそうですか？そうですね。ちょっと機能を使いこなさないともったいないじゃないですか。はい。なのでいっぱい乗って慣れましょうみたいな。そうですね。もう慣れがね。そうですね。いいと思います。なんか燃費もいいはずなので、頑張ってまあ頑張ってね。はい。燃費を落とさないようにします。楽しく思い出を作ってください。はい。ありがとうございます。はい。じゃあお帰りはあちらへって言いたいところなんですが、お前竹内は運転しねえのかって思うかもしれないんですが、私マニュアル限定なんですよ。マニュアル限定。はい、CVT 車とかオートマ車ほとんど乗ったことがなくてめっちゃ怖いんですよね。なのでしかも大きいお車ということもあったので、ちょっと今回は安全を考慮してちょっと見送らせていただきました。すいません。全然乗っていいんですけど、運転してみてくださいって言いたいんですけど。あ、じゃあちょっとボロボロになってきたら運転させてもらっていいですか。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあお帰りはあちらになりますので、気をつけて帰ってくださいね。